ようございます。現在の時刻6時50分ですけれども、今回9日間で九州と北海道、いろんなスポット回って写真を撮ってこようかなというふうに思っております。九州には4日間ほどいまして、その後北海道行って最後東京モテル、計9日間ですね、形になっています。じゃあまた福岡で会いましょう。まず福岡で朝ごはん明太子を食べようかなというふうに思っているので、亀沼の旅スタート。今回福岡に降り立って九州の一発目ですね、朝ごはん明太子を食べていこうと思います。全部もりもりのセットにしちゃいました。ご飯、スープ、つけ麺の半麺水っていうらしいんですけども、全部もりもりのセットです。でこれら全部明太子が絡んでいるので、明太子好きにはもうたまらない一品なのではないのかなというふうに言っております。いただきます。宮地嶽神社に向かっております。福岡ではかなり有名な神社でして、初詣にかなり多くの人が訪れるそうです。写真のスポットとしても有名らしくて、また現地についてどんな眺めか見ていきたいと思うんですけれども、あともう少しで着くので楽しみです。宮地嶽神社到着しました。宮地嶽神社はですね、光の道と呼ばれる写真スポットでして、こちらの神社の上からですね、で向かってあっちの方に、夕日がちょうどこの直線上の道路のところに夕日が落ちてくるので、これは2月と10月ですね、ちょうど夕日が落ちてくるのを、例えて光の道と呼ばれています。これはですね CM とかでも使われるような場所です。とても人気の撮影スポットになっております。せっかくなのでおみくじ引いてこようと思います。じゃあ200円入れていきます。男みくじ引いてきます。はい、こんな感じですね。後ろに宮地嶽神社って書いてあります。この男みくじの形もそうだったんですけど、これですね、しめ縄がやっぱり有名っぽくて、こちら宮地嶽神社の一つの見どころとなってます。しめ縄、すごいでっかいしめ縄がありまして、これがとても有名なスポットになっております。朝栗旧大の森にやってきました。本来であればここに水が溜まってていい感じに撮影できるスポットなんですけれども、今回はあいにく水がちょっと干からびてしまっていて、また機会があったら水が溜まってる時に来てみたい場所になってます。祇園の滝やってまいりました。音がすごいですね、滝のご覧の通り2段式の滝になってます。上の方の上段が約20メートルあって、下が10メートルあるので、合わせて落差が30メートルの、2段式の滝になってます。今は10月の中旬ぐらいなんですけれども、この時期はまだちょっと紅葉が始まってないっぽくて、九州の方だとこれが、紅葉が始まって赤く染まるとまた別の景色が見れるようになるので、季節によってさまざまな滝の姿が見れることかなというふうに思っております。で夜間は滝全体が緑色でライトアップするらしいです。機会があれば皆さんご覧になってみてはいかがでしょうか。で撮影する時はですね、だいたい2分の1秒から1秒の間で撮影すると、滝の水がいい感じに撮影することができるのでおすすめです。湯布院の金鱗湖というところにやってきました。特殊な湖でして、冷たい水と温泉が合わせて流れていますので、その水温が比較的高いことで有名です。でそれによってですね、その冬の朝とかに訪れてみると、その温度差の影響によって湯気が立つこともあるそうで、今はまだ10月ですのでそういった景色は見られないんですけども、冬にこの湯布院に来られる方はぜひ、見てほしいスポットの一つになっております。疲れを癒しに湯の森竹泉という温泉にやってまいりました。今の時刻はですね、19時半なんですけども、一旦ここで疲れを取って、この後宮崎の方に行って、星空が晴れていれば、結構いい感じで撮れると思うので、宮崎の方に進んでいこうかなというふうに思っております。じゃあお風呂行ってきます。風呂とご飯食べました。いやお風呂でもう疲れバッチリ取れて、もうその後ご飯もジョイフル、でもバッチリ食べました。で次はですね、先ほど滝を取ってきたと思うんですけれども、大分県は意外と滝の種類が多いので、もう一箇所滝を取りに行きたいんですけれども、晴れていれば星空と滝が一緒に撮れるようなスポットに行こうかなというふうに
思っております。引き続き頑張っていきます。レッツゴー。原宿の滝やってきました。もう夜真っ暗ですけど、大分最後のスポットとして滝ですね。ちょっと星出てればよかったんですけど、今ちょっと曇ってますね。あれこっちはねえやあれどこ？暗くて何も見えないですね。こっちか。この原尻の滝ですねってところやってきたんですけども、滝自体はですね、田園地帯にありまして、9万年前、これ本当か分かんないですけど、9万年前に起きた阿蘇山の大噴火の火砕流によってできたとで、今とても珍しい滝として知られてるらしくて、日本の滝100選にも選ばれてるそうで、滝の幅なんとですね、これ120メートルあるらしくて、ちょっと真っ暗なんで全然見えないと思うんですけど、ちょっと音だけ多分マイク拾ってると思うんで、ザーって音が多分してると思うんですけど、めちゃくちゃ横幅広いです、この滝で。落差は20メートルあると。で、実際滝があるところのもっと手前側ですね、手前側の吊り橋があるらしく、そこから撮影するのがおすすめらしくて、来ましたね、吊り橋。こちら尾形川の吊り橋ですね。滝見橋、もうそのままです。滝を見る橋ということで、この滝見橋ちょっと行ってみますか。はい、撮ります。じゃあ撮っていい写真が撮れたら動画のどこかで紹介するんでお楽しみに。今ただいまの時刻が1時19分、午前の1時19分なんですけども、1日目最後のスポットというところでやってきたのが宮崎県の延岡市にある、愛宕山展望台ですねにやってきました。想像以上に、夜景がすごい綺麗なスポットで、星空指数ももともと延岡市が90あったので、本日、来てみようかなと思って来てみたら、想像以上にその星以外にも、見渡せる夜景が素晴らしく綺麗で、調べてみると県内で唯一この日本夜景遺産というものに認定された神話スポットらしくて、標高はちょっと低めの251メートルの山なんですけども、このようにもうバッチリ、夜景と星も、肉眼でも見えるぐらい、になっております。で、日中はですね、天気に恵まれれば四国が見えるらしいんですけども、四国の方角ちょっと分かんないです。多分あっちの方なんと思うんですけど、四国も日中は見れるらしいです。はい、でこちらにある通り、日中のような景色、日中の景色ですねがあって、四国方面ってありますね。はい、晴れていれば見れるらしいです。なんですかね、この宮崎県に来て夜景スポットを楽しみたいんだったら、もう絶対おすすめのスポットだと思うので、ぜひ皆さんも来てみてはいかがでしょうか。僕たちも今タイムラプス撮影と、いろいろ撮影手法を用いて写真撮っているので、その出来栄えにワクワクしながら、これからいろいろ撮影していこうと思っております。